でもね、ちょうど浜岡も終わったから、これで信行終わったねっていう日だったんですよね。ちょうど昨日か一昨日。息子はね、横須賀の工業高校出たもんですから、機械科でしたからね。で高校出た時にこの辺は自動車、日産とかああいうのがトヨタとかありましたから、それの下請け工場に就職ということが内定してたんですよね、久里浜の方に。あと、身体検査をやれば合格という時にちょっと横浜の友達が同級生が逆に原子力の建屋かなんかのそういう、大工関係、そっちに中学卒で行ってたんですね。で息子が高校を出たので友達で遊びに行ったら「就職どこ行った?」って「ここへ内定した」って言ったら「じゃあうちがもっと高い給料払うからうちへ来ないか」って会長さんの方が言ってくれたので、じゃあ信行君はせっかく機械ができるんだから娘婿のこっちの共立プラントに就職しなさいと。3月1日に卒業だったらばもう3日の日に電話が来て「信行君浜岡になんて研修に行ってくれないか」って急に電話が来たんですよ。ほいで「はい」っていうわけで行っちゃったんですよ。そしたら浜岡の昔からある普通の小さな旅館にもう先にほら社会人のおじさんたちがもう働いてるので、そこへ高校を卒業した子がポコンと行って、それで3日に行ったのにもう9日にはその放射能のある現場へそのおじさんたちに連れてかれて、こういう職場だよって見せられたもんで、だから放射能があるだのないだの危ないだなんてなくて、もうその日から被爆の手帳に入ってるんですよ。原子炉のお釜っていうんですかね、お釜の下でこういう器具を入れて調節するわけですよ。この棒が有効じゃなかったらば困るから、その時に止まった時に一本一本正常であるかを調べるわけです。そこがうちの子の仕事なんですよ。で一本一本を外して、玉が切れてや玉を入れるみたいな線が、古いのがあれば取り替えるとかして、で全部それを直してまた元通りに差し込んで作業にしながら、それが微動だに動かないとか、専門語で何帳今日は、動かしたとか外したとか、そういうのが専門語で私にはそれをするのはこの子の仕事なんですよね。機械の処方をね習って高校を出たのに、今度すごい機械のベテランみたいな難しい仕事を難しいほど紐解いてまして、おじさんたちが日本語でやれない時に、英語は喋れないけども操作とかその専門語のね英語のものもから講習受けたりしても、若い人の方が飲み込みいいじゃないですか。だから自分が班長ぐらいになって責任感持って、のぶちゃんしかできないところはあるっていうのは聞きましたよ。親分払ってとおかしいけどね、俺が一番知ってるんだ、俺が先頭になってやって治ったんだみたいな、優越感はあったと思いますよ。
うちの主人がね、60歳で定年に9月になるっていう前に息子にね「あんたは長男だけど横須賀へ帰ってこないの?」って言ったわけ。そしたらね「うん、俺は帰らないで浜岡でこの仕事するよ」って言うから「あ、そう」って言って、じゃあお父さんさ、長男がこっち帰ってこないとな、こっちの方へ行こうか。それで引っ越していったらば、なんか息子が、風邪で、なんか熱があるとかで会社休んじゃったって、どのくらい休んで1週間休んでたとか言うから「なんで?」とか言ったのね。信行、私も風邪なんだけど病院一緒に行かない？連れてってよ、どこにあるのかっつったらば、浜岡のそういうお金で建てた立派な病院があるのよ。そこへ連れてってくれたの、息子が。せっかく検査したのに結果を聞きに行かなかったら失礼じゃないのっていう感覚で、私はちょっと息子の部屋のあれの上に診察券があったし、自分は暇じゃない、だからその診察券持って浜松医大へ聞きに行ったの。この間の検査の結果聞きに行きました。そしたらそこで白血病が分かっちゃって、で実は白血病ですって言うから「えっ?」て「白血病って関根雅子さんが白血病って言われたけどな」って、それぐらいしか知識なかったのね。そしたらもう先生がなんかガクガク震えてて、まあ昔は助からなかったけど今は化学療法もあるし、まあ骨髄移植もあるみたいな、まあそれを露骨にその時言ったのか、まあそういう、まあ今は助かるっていう言い方をして、でも先生白血病って私初めて聞くんですけど、がんじゃないですよねって、ありがとうございましたって立ち上がって、先生じゃあ白血病って言うなら分かりました、でも先生がんじゃないですよねって立ち上がったんですから「え、がんですよ」とか「えっ?」て言ったんですよ。残酷だなと思いましたね。それで血だって結局歯茎のところに歯が刺さってるんだけれど、ソフトクリームが硬いのを買って夏なんか食べてるとペロペロになって溶けてっちゃうじゃないですか。あれと同じで、ほら歯茎そのものが溶けたアイスクリームみたいなソフトみたいになっちゃうもんで、トロトロに取れちゃうんですよ。だからどこから傷があったからそこから血が出るんじゃなくて、もうどこも脆いからなんていうの、血がどこからでも出ちゃうんですよ。それだけじゃなかったもんで、その原稿で私の本をこの間の技術とあれのところへ頼んで本にして。これはおいくつぐらいの？これはね、引っ越してるってことは平成元年ぐらいですね。その病気が分かる前です。まだ家を作り中だったの。怖いとか嫌だとかするとすぐ今の子やめてしまう。でもうちもやめたいって一回だからね、結婚式に友達の来て帰る時を渋ってもう行きたくないって言った時あるんですよ。その時に「何お前いきなり結婚式で帰ってきて今度会社行こうとしてんのに行きたくないだの」まあ辞めたいとまでは言わないが行きたくないって言ったから、で月曜日に帰るのを火曜日ぐらいにの夕方になっても帰んないから「お前どうするのよ」っつったら「そういうもんでそんなことしたら会社だっていきなり辞めるなんつったら困るじゃないさ」っつって「じゃあ乗れ」ってお父さんも言って
送ってったんですよ。で確か夜中の2時か3時頃その寮の前、来て止めて「今日明日の朝から頑張っていけよ」みたいに車を下ろしてね、その時にはっきりね理由を聞けばよかったっていうことはね悔いてますから。で管理区域と同レベルの汚染の保育園などで遊ぶことについては回答がありませんでした。待ってください。子供はこれから病気になるんですよ。白血病とかいろんなのは3年5年10年経って出るんですよ。今止めなかったら5年後はどれだけそういう被害者が出るんですか。今ここで止めなかったら原発はまだ止まってないじゃないですか。子供の成長は早いんですよ。それだけ病気も早く進むんですよ。そんなもたもたしないで早く結論っていうかイエスかノーかはっきりしてください。いや私もそうだったけど、そんな5年後に白血病で死にますよって言われても信じませんよ。今こんな元気な子はなんで5年後なんていうのとかね、それこそ難病ったって病気になったそのものが難病じゃないのって、私だってそのくらいなんていうかね、こう親としたらね信じる方の逆行きたいですよ。だから例えば、5年後に半分ぐらい白血病になるよっていうふうに言えば、じゃあ半分の助かる方は自分だみたいに思っちゃうじゃないですか。でも今はピンピンしてるわけです。だからもうこの間の3月の11日ですか、もうそれが発病日と思わないと。で5年後に発病しなかったら幸せっていうかね、得をしたことになりますけど、もしそこ行って何人かでもその病気になるとしたら、今のうちならそのね腐ったみかんの辺を整理できるわけじゃないですか。こう親子で他に疎開するとかね。でそれを気にしないでいれば、いずれそういうなってしまえば、そこからどんどん痛みが早くなりますからね。そこで治っていくっていうのはやっぱりもうそういうふうになってしたら、ちょっと難しいんだろうと思うんですけどね。小学校2年の時に戦争の時に集団疎開をしたから、その子どもたちも一刻も早く学校なら学校、幼稚園単位で遠くへいっぺんに逃げた方がいいってことを言ったし、でも子どもはこれからの人だしね、それから成長も早いけども発病も早いからね。